始まりました。都市と写真。皆さんこの写真見たことありますか？かっこいいですよね。この写真を撮った方はマサさん。インスタでブラックヌーベルバーグというアカウントでストリート写真を投稿されている方です。フォロワー数はなんと 2.7 万人。ストリートを撮っている人なら一度は目にしたことがあるのではないでしょうか。傘を入れた写真、光と影、独特のカラーが特徴です。この傘の質感たまりません。他の写真もめちゃくちゃかっこいいですね。この写真を撮った人物にインタビューしてきましたのでご覧ください。はい、ということで今日はマサさんにゲストで来てもらいました。マサさんについての、写真についてちょっと今日はいろいろ聞いてみたいと思います。早速ですけどマサさんよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。すみません、ちょっと顔出しが NG なんで、はい、ちょっとだけ手だけでも出演してもらいます。はい、お願いします。よろしくお願いいたします。でもう早速なんですけど本題から入りたいと思います。マサさんのような写真を撮りたいと思った人のためにちょっと教えてほしいんですけど、はい、マサさんが写真において一番重要視しているものって何ですか？そうですね、今のお答えになっているかどうかあれですけれども、やっぱり自分が好きな写真を撮るというところですね、はいはい、やはり一番自分が撮って自分で満足するという、本当そこかなと、はいはい、無理して撮るとかではなくて、自分が本当これいいなという、そういった写真になればいい。自分の好きなものを見つけるまでって時間かかりました？それともすぐ見つかりました？そうですね、今のストリートに行き着くまでは、人が入ってない時期だとか、いろいろあったのはありましたけれども、1年2年ぐらいかなと思います、ね。でそこからもうバシッと決まった後はその路線で結構長く撮られていると。そうですね、今の路線になってからも2年以上にはなりますので、あとは深掘りだとか横に広げているというような、そんな形ですね。はい、わかりました。例えばその撮影にあたって準備することって何かありますか？そうですね、まず皆さんご存知の通り、私はGR を使ってるんですけども、GR は電池が持たないので、準備はまずは、電池9個をですね、フル充電するというところから始まっております。9個ですか？そうですね、9このうち大体半分以上は使いますので。本当ですか？1回の撮影でそれぐらい？1回の撮影で、結構へたってる充電池もありますので。ちなみに1回の撮影でどれぐらい枚数撮られます？そうですね、本当1日撮影すると大体1000枚ぐらいは撮ってる形ですね。相当ですね。そうですね、どちらか街のストリートですけど、1回待ってまたとこで、街のストリートでそんな枚数撮る人って僕見たことないんですけど。そうですねそれはすごいと思います。純粋に連写してるということですね。連写ですね。はい。そうなんですね。はい、それ初めて聞きました。僕がちなみに最近ちょっとまた減って、もう1回の撮影で100とか200ぐらいなんですよ。なんでそれの5倍とか下手すると10倍ぐらい撮ってるってことですよね。そうですね。もう街で待ってる時は1時間でも2時間でも待ってるので、本当そこで結構撮ってます。あとじゃあ下調べについて教えてほしいんですけど、何かこう行く前に下調べとかしますか？そうですね、一番はもうストリートビューでGoogle ストリートビューをもうずーっと見て、大体ここに行こうと大体メイン決めるんですけども、そこまでの、ストリートビューと、あとその中でも方角ですねをしっかり見て、日の当たり方とかを季節と合わせて、下準備という形で、用意しております。ただ曇りのストリートビューがね時々ありますので、その場合日が当たってなかったりするので、ストリートビューに載ってる画像がもう曇りの時はですねこれどうしようと思うんですけど、結構過去のまで遡ると結構晴れてたりするので。なるほど、そういうことですね。そうですね。じゃあ
カメラについて教えてもらいたいんですけど、はい、カメラがここにある、これ GR、どっちが、GR3 ですか？これが3で、これが 3X ですね。はい、3が28ミリですね。はい、で 3X が40ミリ、そうですね、40ミリですね。この2つをもうメインで使われてるっていうことですか？そうですね、普段はこの2台という形で、もともと僕はEOS ユーザーなので、5D ですとかも持ってるんですけれども、よくあるサブカメラがメインカメラになるという、GR ではよくあるパターンなところですね。もともと EOS がメインだったのが、はい、GR をサブで使っていたのが、いつの間にか、なんかこう、逆転して EOS を持ちやらなくなって、今はなんか、どこにあるのかなというところですね。はい、GR じゃあこの2本だけでほとんど踊ってるって感じですか？そうですね、ほぼこの1年、2年はこのストリートについてはGR だけで踊ってます。はい、ちなみに28と40、どっちが多いですか？そうですね、28がですね、今、ほぼ28が多くなってきたというところですね。28の方がやっぱり取りやすいですか？そうですね、もう僕はもう28ですね。28だと、いろんなものが入ってくると思うんですけれども、それを、排除して、なんとか28で全部入れたいなというところです。28でコントロールしてやるぜみたいな感じ、そんな感じですね。超広角使ってると分かりますね。はい、高橋さんも13ミリで周りを整理されてるんで、いや分かります。すごいなと思います。整理してやるぜみたいなね、整理できればいいなみたいな、そういう感じじゃなくて、やっぱりやるぜみたいな感覚ですよね。そういうのが広角使ってると自然と身についてくるかなという感じしますよね。身につきますし、醍醐味というところですかね。やっぱ広角使って、これだけの画角で何も入ってないみたいな、いうのがいいなと思いますね。その構えた瞬間の何も入ってないぞ、よしいけるっていうね。そうですね。ちょっとニヤッとするやつですね。マスさんの写真って純粋なストリート以外にもモデルさんを入れた写真っていうのを撮られてますよね。モデルを入れて撮る理由について聞いてもいいですか？はい、ストリートを撮ってる方なら、必ずここにこういう感じで人が撮ってくれればと思ったことは必ずあるとは思います。当然そこの時に歩いて通ることもありますけども、本当に通らないことも多いのも事実ですね。これもどなたもそうかなと思うんですけど、その場所にですね、イメージ通りの方に、イメージ通りに歩いていただいているという形で、そうすると、光の角度ですとか、時間ですね、それも最適な形で撮れますので、本当人、場所、光、全部揃った出来上がった写真という形になるかなと。それが僕の一つの理想の写真にはなっているので、そういった面でちょっとモデルさんにお願いをしているという、そんな形もあります。モデルさんには大体傘を持ってもらうということが多いですよね。そうですね。なんか理由がある？そうですね、傘、僕が傘が好きだというのもありますけれども、マサさんといえばやっぱり傘の写真っていうのがすごくイメージ強いですよね。ありがとうございます。アクセントになりますし、あと僕の写真はもう、モデルさんに限らずも他の写真も顔が出てないストリートになりますので、そういった面で顔を隠すという面でも傘はうまく活用できているのかなと思います。ただいろいろ傘もずっと傘というわけにいかないので、いろいろと案は今後考えております。そうなんですか。また別の傘じゃないバージョンも。そうですね。なんかいろいろとあれこれ考えて、引き出しを増やしていきたいなと思います。ちなみに傘っていうのはマサさんが用意されるんですよね。そうですね。出てくる傘は全部僕の傘なので、10本ぐらい家に10本ぐらい、押し入れに入っております。わかりました。じゃあ編集についてですね。そうですね。はい。
マサさんの写真ってそんな編集レタッチをなんか多めにやってるような感じではないんですけど、実際のところどうなんですか？そうですね、実際に、まあ、理想としてはもう出来上がった時点でもう撮った時点でいつもポストしてるような写真に出来上がればっていうのを理想としてやってますので、そんなにレタッチは深くはやらないというのが基本かなと思います。はい、もう撮っただけであんな感じのなんていうんでしょう、独特の色っていうんですか、カラーが出てるんですか？そうですね、まあ現像はもうロー現像でやってはいるんですけれども、まあ、JR で撮った時点ではもうフィルムシミュレーションのネガフィルムで撮ってるんですけども、まあ、大体同じような形の色では出てくるというところですね。なので、まあ、そんなに劇的にレタッチはしてないという形ですね。もともとマイナスで、撮ってますので、はい、それが結構特徴としては出てきているのかなと思います。はい、今回は無理を言ってマサさんの取って出し画像をお借りしました。左が編集前、右が編集後の画像です。こうして見るとコントラストを少し足しておられるかなという印象。あとやはりカラーは独特ですね。GR のフィルムシミュレーションで似たようなイメージを作れそうですが、でもやっぱりマスターさんのカラーというのはまたちょっと違う感じです。詳しいことは秘密ということにしておきましょう。ここだけ真似しても写真はうまくなりませんからね。じゃあ次ですね、今度いよいよ現場での動きについて、はい知りたいんですけど、実際もう準備して現場に行きました。そこで現場でどういうふうに動くかっていうことを、自分がどういうふうになんて言うんでしょう、方向性を持ってなんか探しているかっていうのを知りたいんですけど、実際のところ例えば光をどういうふうに見つけるとかなんかありますか？そうですね、高弘さんの YouTube のでもありましたけれども、マイナスにして、はい、影を見るというお話あったと思うんですけれども、はいまさに本当そんな形ですね。僕の目自体がなんかマイナス1補正ぐらいで、はい、世の中を写真撮るときは見てますので、そうするとそこは一緒なんですね。じゃあそうですね、YouTube 見てニヤッとしたので、はい、多分一緒だと思います。そうなんですか。ちょっとやっぱり薄い影ですとか、はい、ちょっと普通だと見逃しがちな影もマイナス1で見るとちょっと浮き出てくるというような、そういう形で見ている形ですね。じゃあ最後にですね、申し訳ない、僕の YouTube を見た感想などを教えてもらえればいいんですけど、はい、なんか印象に残った回とかあれば。そうですね、いつも楽しみにしてます。ありがとうございます。いやありがとうございます。印象に残っている回は歩道橋から撮るという、はい、回でですね、はい、見ながらそうだそうだということで、ニヤニヤしながら見ていたんですけれども、本当に写真の YouTube もね、いろんな方がされてますけども、歩道橋から撮るとおっしゃってる方は高弘さんだけじゃないかなと思いますのでこれからもちょっとニヤニヤする形をよろしくお願いします。わかりました。ありがとうございます。はい、どうだったでしょうか。画角の話、広角の話は僕と全く同じでとても共感しました。面白かったです。後半に出てきた光の見つけ方も同じでした。マサさんもカメラの露出補正をマイナス 1.0 と暗めにして隠れたコントラストを見逃さないようにしているみたいです。モデルさんを入れて撮ることの話で分かったのは、マサさん自身が自分の理想の写真を実現させたいという気持ち、そこを純粋に追求されているというのがよく分かりました。ストリート写真という枠にとらわれずに自分のやりたいことをやられています。ちなみにモデルさんを入れて撮った時は投稿写真に必ずそれを明記されるそうです。
純粋なストリートと区別するために必ずそうしているとおっしゃっていました。あと印象に残ったのは冒頭に話された好きなものを見つけてそれを深掘りするという話。シンプルですけど、好きなものだからこそそこに情熱を注げるわけです。好きなもの、表現したいものがあるというのは写真をやる上で強みになるなと思いました。ということで今日はマサさんのインタビュー動画でした。参考になったでという人はグッドボタンをよろしくお願いします。それではまた。